チャオラガ、ベニンザラウラです。今日は慣れない日本話したいと思います。今まで4年間ぐらい日本に住んでて、でもまだ慣れないところあるよね。イタリアの文化、日本の文化と全然違うから。で、今日は5つ慣れないところ話したいと思います。じゃあ始まるか。1つ目は靴を脱ぐところです。家入る前に靴を脱ぎます。わかる。イタリアでもそんな文化あるだけど、やっぱ外の場所行ったらまた靴を脱ぐ、あんまり私慣れてないね。例えば最近歯医者行って、で入る前にやっぱ靴を脱いだ。で、あとたまに居酒屋行ったらその靴脱ぐ習慣ある。で、他のはあと、学校とか全部そうだよ。ラウルはそっか。関係ないと思う。日本の学校でも靴脱ぐ、知らなかった。やっぱ私いつも靴紐を結ぶ、毎回結ぶ人間だからいつも出る前にどこ行くかちゃんと考える。私もしかしてその靴脱ぐ場所行ったら、靴紐の靴着るとか、そんな考え私あるよね。違う。靴紐を履く。いや、靴紐を履くっていうのは靴紐を結ぶ、紐を結ぶだから。靴紐ない靴を履く。で、あとちょっと質問あるよね。私一緒に会社行った時に靴脱いでスリッパもらった。だけどそのスリッパはみんな使うでしょ。知らない人でも使うでしょ。で、知らない人は同じスリッパ履いたちょっと気持ち悪くならないの？気持ち悪くならないの？ちょっと嫌だけど、靴のこと日本人は結構衛生考えてるから、その靴を脱いだ方がいい感じしてるでしょ。そんな文化あると思う。そうね。それすごいところね。すごいところと思うんだけど、やっぱイタリアでそこまでこの靴脱ぐの文化ないから、ちょっとまだ慣れてないよね。2つ目は超熱い食べ物とすする習慣と私慣れないよね。やっぱ日本人は超熱いからもっと美味しくなる感覚はあると思うんだけど、私はイタリア人としてそんな超熱い食べ物食べれないよね。1回はやってみただけど本当に舌にやけどしましたよね。だからその後はやめた。私ちゃんと冷まして食べます。で、すするのことは例えばラーメンとかうどんとか食べるときにその音出るでしょ。イタリアでそれやったら失礼マナーになります。私の頭の中で失礼ですよねずっと子供からその考えを置いてあるから、それ私できないよね。まだ慣れないです。3番目です。3番目は尊敬語。これについて2つ慣れないポイントあります。1つは難しい。で、私にとってはそんな自然に使えない。で、2番目はイタリアの文化とちょっとつながってるポイントある。私にとってはその尊敬使ったらちょっと壁に立てるみたい。他の人と距離取れてるよね。で、イタリアの文化だったらイタリア人はもともとフレンドリー
の性格あるから、その知り合ったばかりのにすぐフレンドリーだからコミュニケーションもっとしやすいし、尊敬使ったら私にとってはいつもなんか離れる気持ちあるよね。距離作ってる気持ちあるから、ちょっとその尊敬語を使うことは私あんまり慣れてないよね。そんな言語のレベル、日本語の言語のレベル使ったらいい人と関係ちょっと作りにくい気があるよね。まあそれもともと私イタリア人だから、イタリア人の文化は日本の文化と違うから、まあそんな感じで感じてます。で次は地震慣れないですよね。イタリアで地震は珍しいで、あったらすぐパニックになる。で今はここに1年間で今までまあ5回ぐらい地震あったよね。まあ小さい地震あっただけど、私1秒5秒でもすぐパニックになるね。まあ他の人はそんなパニックしてなかったから私も安心してただけど、心はちょっと揺れたらすぐパニックになる。次は最後は家族の中で人の呼び方。まあこれだけ言ったらわからないんだけど、まあ私そのアヤトと結婚してるね。でアヤトのお母さんは私はお母さんと呼びます。お母さんの名前じゃなくってなんかアヤトのお母さんはのりこさんと言うだけど、私アヤトのお母さんはのりこさん呼ばなくてお母さん呼びます。でお父さんも一緒、お父さん、おばあちゃんもおばあちゃんで、イタリアでこんな感じで家族の人呼んだらおかしい。やっぱアヤトは私のお父さんはお父さんで呼んだらおかしい。アヤトの本当のお父さんじゃないからね。イタリアだったら普通の人の名前で呼びます。もちろんアヤトのお母さんとお父さん、そのお母さんとお父さんで呼ぶだけど、まあ正直言ったらまだ慣れてないよね。じゃあ皆さん今日は終わりです。でまあ慣れないところ言っちゃったね。まあ言っちゃったというか、文化やっぱ違うから慣れないだけです。それでは次の動画へ。And please don't forget to subscribe to our channel.